はい、どうも。はい。どうも。よいしょ。やばい。おはようございます。10時半ですね。昨日、8時半ぐらいに寝たんですけれども、丸半日以上寝てましたね。もうなんか疲れすぎて。本日の目覚めは、宅急便の音というか、インターホンの音でした。それで届いたのが、宅急便コンパクト。ということで、購入したのが GoPro のサクションカップマウントでございます。これね、メルカリで買って、多分ね、定価だと、5、6千円ぐらいするのが、メルカリで2千円くらいで出品してくれてる方がいたので、購入したという、形になります。GoPro 純正のサクションカップマウント。いや、これがずっと欲しくて、結構ね、自分の使い方だと、このサクションカップマウントがかなり便利だなと思って、かなりGoPro の欲しいアクセサリーの上位に来てたんですよね。なので、手に入れられてよかったです。で、これね、どういうマウントかっていうと、簡単に説明すると吸盤ですね。ここが吸盤になってて、光沢のあるつるっとした面にマウントできるというものですね。ガラスとかですよね。ガラス、窓とかに GoPro 設置できると。よくですね、外の景色とか、車窓とかをなんか撮ったりすることが多いんですけれども、そういう時に、窓から外を撮る時に三脚に立てて撮ったりとか、あと、車とかで撮る時も、どっかにカメラを挟み込んで撮ったりしてたんですが、これがあることによって、わざわざ三脚立てたりとか、置く場所を探さなくても、ガラスに吸盤でマウントしちゃうことができるんですよ。なので、フロントガラスにそのまま装着しちゃうとか、そういうことができるので、かなり楽だなと思って欲しかったんですよね。こんな感じですね。ここが吸盤になってて、ここにね、延長できる棒みたいなのがあるんですけれども、これは、つけることもつけないこともできるみたいで、自分はちょっとこれ、なるべくコンパクトにしたいので、なるべくコンパクトにしたいので、この中間の棒みたいなのは外そうと思います。これ中間のやつないとできないのかな？これあれですね。これとこれじゃ、くっつかないです。だから、こいつがないとダメなのかな？そうっぽいですね。じゃあいいや。つけておきますか。こういうガラスとかに取り付けられるんですよね。まず、こう置いて、ここにボタンみたいなのがあるんですよね。こいつを、どうやんだっけかね。押しながら、レバーを倒すんだっけ？そうすると、すげえ。めっちゃちゃんと吸着しましたね。なるほど。結構頑丈。いいですね。もう今これガラステーブルに、くっつけてますが、このまま持ち上がっちゃうぐらい、吸着力が強いので、ちょっとやそっとのことじゃ外れないんじゃないかなと思います。いや、これかなり使えそうですね。タイムラプスとかでよく使うんですよね。日の出の時のタイムラプス撮ったりとか、ああいう時にわざわざ三脚立てて撮ってたんですけれども、これであれば窓ガラスにそのままマウントすることができるので、これかなり楽になると思いますよ。そして画角の調整とかもね、こっちの方が多分幅が広いので、そういう面でもいいんじゃないかなと思います。いや、いい買い物でした。うまい。家でラーメン食べるときはずっとインスタントラーメン食べてたんですけど、最近こういうちゃんと、なんでしょうね、麺を茹でるタイプのラーメンの方が美味しいことに気づいて、これいいですね。あとスープもやっぱりこっちの方が美味しいんですよね。
さあ、できました。めちゃくちゃうまそう。うまい。これ多分祖母にもらったやつかな。自分じゃこんなの買わないからな。コアラのマーチ。こんな可愛らしいお菓子食べるの久しぶりなんですけど。イラストも描いたんだ。あ、これ全部違うのかな。お、すごっ。全部違うんですね。あんまこういうお菓子食べないからわかんなかったですけど。うまい。これ、うちで使ってる、去年の2月くらいに買った加湿器なんですけど、これがなんか、調子が悪いというか、使えなくて、ここに電源ボタンあるんですけれども、これ、押しても起動しないんですよ。なんかこう、3本線みたいな、こういうマークが出てきちゃって。で、これね、今この動作ですね。ここにディスプレイがついてると思うんですけど、この表示のされ方って、水がなくなった時の表示のされ方なんですよね。こう、加湿、全部このタンクの水がなくなって、水なくなっちゃいましたよっていう、水ないのにもかかわらず、電源入れようとした時にこういう表示になってるんですけど、今見ての通り満タン水が入ってるんですよね。なのにこういう表示がされるので、タンクに入ってる水が認識されてないのか、本当だと、これ3段階、強さ調節できるんですけど、1回押すと、03っていうのが出てきて、まあ、一番強いモードですね。本当は03っていうのが出てくるはずなんですが、今のようなこういう、動作になってるっていうことで、もう1週間ぐらいかれこれ加湿器使えてなくて、乾燥がやばいんですよね。で、なんだろうな、このタンクの水が認識されてないのがちょっと何が原因なのかわかんないんですが、ちょっと何回試しても使えないということで、修理に出してこようかと思います。ちょうど1年保証がついてて、で、危なかったですね。去年の2月に買ったので、今1月23日かな、今日は。で、これ買ったのが2月5日なんですよ。なので、危なと思って、保証切れる10日前くらいに気づいてよかったですが、1年保証があるので、購入してヤマダ電機に持ってって、ちょっと修理してもらおうかなと思います。これ買った時の説明書の裏のところに保証書的なのがついてるんですが、これ何も書いてなくて、お買い上げ日とか書いてないので、これどうしようかなと思ったら、これね、家族に買ってもらったんですけど、家族がこう携帯にヤマダ電機のアプリみたいなのが入ってて、そこの購入履歴みたいなのに、ちゃんと、それスクリーンショットで送ってもらったんですけれども、ちゃんと購入日2月5日っていうのと、あとレシートとかの番号がついてたんですよね。なんかすごい10桁ぐらいあるレシートの番号とかがあるので、レシートとかはないんですが、その番号がわかるので、あちらの人はわかるかなっていう感じなんですけど、それで大丈夫なのかな、その家族からもらったスクリーンショットで証明できるか。一応それと、この保証書っていうのを出してみたいですけれども、それで修理できますかね。できてほしいですけど。てか何よりこれを山田電機まで持ってくのがめんどくさいです。これね、長町の山田電機で買ったんですけど、さすがにあそこ遠いので、違う山田電機に持っていきます。うちから一番近い、一番近いと言ってもかなり距離あるんですけれども、駐屯地の方にあるですね、あそこら辺なんて言うんだろうな、45号線沿いの、ところですね。あそこに持っていきます。いや、なかなかこれ持っていくのがめんどくさいです。一応乾かしておこう。とりあえず加湿器、全部あるよな。この前靴買った時もらったバンズの袋に収まりましたので、これで持っていこうかと思います。はい、ということで山田電機到着です。ここはですね、なんて言えばいいんだろうな。これ今通ってるのが
左側に撮ってるのが国道45号線で、後ろ側に行くと仙台の自衛隊の駐屯地があってっていうところら辺ですね。地名はわからないですが、そこら辺のエリアです。まっすぐ行くとアウトレットモールとかある、そこら辺ですね。ちょっと長町までは行けないので、ここの多分ヤマダ電機だったらどこの店舗でも大丈夫だと思うので、とりあえずここで見てもらいます。どこに持っていけばいいんだろう。そこら辺の人に聞けばわかるかな。 OKOK、 なんとか完了。なんかね、やっぱりなんだろうな、買った本人じゃないので、なんかあんまそういう買った本人以外が修理の申し込みに来るパターンってあんまないみたいで、結構店員が戸惑ってたみたいなんですが、なんとか預かってもらいまして、修理無事保証も聞いて、2週間ぐらいかかるけどって言われて、とりあえず修理は保証で、無料でやってくれるみたいです。購入日時とかレシートの番号がちゃんとアプリじゃなくてスクリーンショットだったので、それでいけるかどうか不安だったんですが、なんとか大丈夫だったみたいです。さあ、今お見せしているのが、自分がいつも使っている編集ソフトダヴィンチリゾルブ18の、編集画面なんですけれども、去年くらいから取って出しじゃなくて少し色味をいじってアップロードしてると思うんですよ、動画を。ダヴィンチリゾルブのカラーページで色をいじってからアップロードしてるんですけれども、やっぱその色味もね、いろいろ前回こういう色味にしたけど、やっぱこっちの方がいいんじゃないかっていう感じで、なんかちょっと微調整しながら動画出してってたりするんですけれども、なんかそのアップロードした動画を見ると、あれなんか編集の時に見てた色味と違うなみたいな感じがしたりとか、なんか自分の動画見てて、あれなんか暗くないかなとか、ちょっとなんか暖色寄りになりすぎてるなみたいな、なんかそういうことがあって、なんかすごい変な色味だったりしたことが結構あったんですよ。編集時はそんな変な色味じゃなかったんだけど、アップロードしたら色味が変わってるみたいな感じのことがあって、これなんでなんだろうって考えたら、なんか設定があるらしいんですよ。なんか設定があったんですよ。その書き出し後に色味が変わらないようにするっていう設定があったみたいで、なんかそれをなんかよく難しくてよく分かってないんですけれども、それを解説してくれてる、サイトがあって、それ通りに設定したらそのままの色味で書き出せたんですよ。なので多分動画の色味改善されてたと思います。それに気づかずね、もう本当に半年以上その変な色味でずっと動画を出してたんですよね。自分でも変だなと思ってたんですけど、もう今まではせっかく色編集しても変わった色味で変な色味に書き出しの時にされちゃって、そのままアップされてるっていう状況だったんですけれども、ちゃんと、そのままというか編集時の、に設定した色味のまま書き出せるようになりました。でその設定っていうのが、まずこのダヴィンチリゾルブ、メニューバーのこのダヴィンチリゾルブって書いてあるところを押して環境設定ですね。環境設定を開いて、こういう、タブが出てくると思うんですけれども、ここで一般ですね。一般を選んで、この、上から2つ目と3つ目、ここのチェックをオンにするみたいです。2つですね。今自分はもう設定済みなので設定されてますが、ここの2つ、これをオンにすると。難しいことは置いといて、カラー系のことですね。で、これ設定したらセーブをしますと。でそしたら次はタイムラインの設定なんですけれども、これ今、カットページを開いてるわけですが、画面の一番右下に、この歯車マークがあると思うんですけれども、ここを押して、ここカラーマネジメントっていうところを選んで、ここですね、上から3番目のタイムラインカラースペースっていうところを、ここがデフォルトではこのレック709シーンっていうのになってるんですけど、これ多分さっきチェック外したりとかしちゃったので戻っちゃったと思うんですけれども、ここをレック 709-A っていうのがあると思うんですよ。これに変更します。で保存。これで OK らしいです。この設定をするとこの編集時にこのプレビューされている、色味がそのままの色味で書き出せるっていうようなことです。いやなんかね、色編集うまくいかないなと思ってたんですよね。編集時にはいい感じなんだけど出してみたら違うみたいな。これが原因だったということで全然気づきませんでした。今後はちゃんとした色で、出せていけると思います。
で、ついでにですね、どういう色にしてるかっていうのをね、お見せしたいと思うんですけど、ログとかで撮影してるわけじゃないので、あんまりいじると変になっちゃうので、ちょっとしかできないんですよね。いずれね、ログ撮影とかもやってみたいと思うんですが、とりあえずこれ今は、iPhone で撮ったビデオに適用している色なんですけれども、まずは、これですね、サイドかな。この映像のサイドを、このくらいですね、なんだろうね、このメモリ2.5個分ぐらい、下に下げてるっていう感じです。数字がここに出てますけれどもね、少し映像全体のサイドを下げてると。で、次が、あれですね、色温度。色温度を、ここ、添付って書いてあるんですけど、ここ100にしてます。だから若干暖色よりっていう感じですね。にしてるのと、あとはビネットですね。ビネットをかけてます。これビネット1.5、1.5で、かけてるっていう感じなので、若干ですね、端っこの方が、暗くなってるっていうような感じですね。イメージとしては少しシネマティックにしてるっていう感じです。大体この3つの設定をしてるのかなっていう感じですね。映像によって若干加えて編集したりとかしてるんですけれども、一応これタイムライン全体にこれを適用しております。そんな感じですかね。はい。色味とかは今後多分変更していくと思うし、いずれはログ撮影とかしてみたいと思ってるんですが、とりあえずこんな感じですね。以上でございます。